はいどうも、オックスアウトです。今日はですね、先日発売となったこちらのソニーの 20mm 超広角単焦点レンズ FE20mm F1.8G レンズのね、レビューをしていければなというふうに思います。このレンズ、SNS なんか見てても、特にね、Vlog をやってる人たちの間で話題になっているレンズで、気になっている方っていうのもね、多いかなと思うんですが、実はこのレンズ、僕はソニーさんより発売前からお貸し出しいただいていて、だいたい1ヶ月ちょいくらいかな。Vlog やね、ポートレートの撮影で何度か使わせてもらっていたので、今日はね、その作例なんかもお見せしながら、いろいろね、使用感などをお伝えできればなというふうに思っています。そしたらですね、まず最初にね、ざっと主な特徴をまとめて紹介すると、こちら 35mm フルサイズ対応の G シリーズのレンズです。焦点距離は 20mm で、F 値はね、開放で 1.8。本体重量が 373g となっていて、お値段が公式サイト記載の価格で12万8180円となっています。で、やっぱりね、動画を撮っている方はね、特に広角単焦点レンズを使用する機会が多いんじゃないかなと思いますが、これまでソニーの純正レンズの中で最も画角の広いフルサイズ対応のね、単焦点レンズっていうのがこっちの24mmF1.4 のG マスターだったんですが、この 20mm が発売されたことによって、今ではね、35mm フルサイズ対応のものでは一番広い画角の純正単焦点レンズという風になっています。で、僕すごい単焦点レンズが好きで、っていうのもやっぱ写りもそうなんですけど、やっぱりね、明るさでこの 20mm もですね、開放で 1.8 なので、少し暗い場所やね、夜の撮影でも ISO を低く保ててノイズを抑えることができますし、あと広角になればなるほど、ボケっていうのは少なくなっていって、中望遠レンズみたいに背景が大きくドカーンってボケるってことはないんですけど、ただね、それでもこの開放ではね、自然なボケ感っていうのをこの 20mm では得ることができます。で、レンズ本体を見ていくと、片側にはですね、フォーカスホールドボタンとね、オートフォーカス、マニュアルフォーカスを切り替えるフォーカスモードスイッチがついていて、でその反対側には絞りリングクリックの切り替えスイッチがついてます。で、僕ね、このリングクリックスイッチがついているレンズっていうのは初めて使ったんですけど、一体どういうものかというとですね、絞りリングを回すと通常はね、こういった感じで、聞こえますかね、カチカチカチって音がするんですけど、この、リングクリックスイッチっていうのをオフにしてやるとですね、音がしなくなるんですよ、回した時に。で、これは動画撮影中なんか、特にね、Vlog とかやってると動き回っていて、急に明るさがね変わったりする時なんか、この絞りでね、明るさを調整してあげる際にマイクがね今のクリック音を拾わなくなるので、これはね非常に便利です。で、あと超広角レンズってレンズ部分がね丸みを帯びて出っ張ってたりしてるってフィルターがねつけられないレンズっていうのも多いんですけど、このレンズはねちゃんとねフィルターを装着することができるので、ND フィルターがね必須な動画ではまたそれも嬉しいポイントだと思います。で、最短撮影距離がですね、AF 時で19センチで、マニュアルフォーカス時で18センチとなってます。すごくね、被写体に寄れるレンズになっていて、これすごくいいなと思ったのが、超広角レンズっていうとね、比較的にやっぱボケにくい画角のレンズでも、寄ることでね、しっかりとボケ感のある映像っていうのを撮ることができますし、例えば自撮りなんかしてる合間にちょっとこれとか B ロールで撮っとこうなんて思った時にね、いちいちレンズを交換しなくてもボケ感のあるねいい感じのB ロールが撮れるので、それもね撮影してる時にね便利だなというふうに思いました。ちょっとね多少残念な点としては、このレンズ内手ブレ補正には対応してないんですけど、ただ僕はねジンバルに乗せて使うことも多いですし、手持ちでもね焦点距離が短いレンズっていうのは手ブレを感じにくいので、多少ね撮影時にはブレないように意識してやる必要はあるものの、ボディ内にね手ブレ補正があるα7-3だったりα6600なんかとね組み合わせて使うことで全然カバーできるので、絶対必須っていう感じではないかなとね、撮影した映像を見た感じは思いました。またね、動画で使用する上で気になる、オートフォーカスの性能なんですけど、そこはね、ソニーの純正レンズっていうこともあってね、スピードも精度も非常に申し分ないと思います。あと、モーター音もね、非常に静かで、マイクが拾うっていうようなレベルでは全然ないのでね、そのあたりもね、全くもって心配はいらないと思います。
さて肝心のね写りはどうなんだっていうことなんですけど、開放からね中央は非常にシャープに映りますし、色収差も少なくて、でこれ超広角レンズなんですけど湾曲っていうのもねほとんど感じない。これはねさすが G レンズといった感じでした。僕はですね24mm G マスターってさらに上のクラスのレンズをね使用したりしてるんですけど、正直に言ってスマートフォンのね画面でこの2つの写真をね見比べてもね9割は多分僕違いがわからないです。パソコンに取り込んで5K とかのモニターでねこう細部を拡大してねやればまたその違いっていうのも見えてくるんですが、この G マスターっていうのは α7R シリーズとかねより画素数の高いカメラでこう進化を発揮するんだと思うんですけど、そもそもねどちらも普通クラス以上の写りをするG とG マスターなので綺麗に写るのはまあ当然ですし、コスパを考えればね特にねこの 20mm っていうのはやっぱりねその比較してみちゃうと素晴らしいレンズかなというふうに思います。でちょっとねここに 24mm もあるのでこの2本をねさらに比較してみるとですね、サイズ感っていうのはこんな感じでですね、やっぱりですね20mm の方がね一回りくらいちっちゃいんですが、で重さもですね 24mm の方が 445g となっていて、20mm の方がですね 373g となっているので、100g もね違わないので持った感じはねそこまで極端な重さの差っていうのはないんですけど、ただねVlog で自撮りをするときってカメラをね片手で持って撮ることが多いので、意外とねこのちょっとの差っていうのが非力なね僕なんかにはちょっと効いてくるんですよ。であとソニーのねカメラはねどれもボディが軽いので α7 III とかにね取り付けた感じもね非常にねバランスが良くてね持ちやすかったです。さて、僕がですねこの 20mm を使っていろいろ撮影をしてみてどうだったのか、またねどんな人が検討すべきかっていうちょっと個人的見解を述べるとですね、まず超広角レンズっていうと星やね自然のね風景撮影で使われることが多いと思うんですけど、僕はねやっぱり主にポートレートや街撮りのスナップ、あとはねVlog 撮影なんかで使ってみたんですけど、楽しいです。で超広角って普段僕らがね目で見ている範囲よりもずっと広く映すんですよ。でそしてね近くものは大きく見えて遠くのものはねより小さく映るので奥行き感っていうのがねすごい強調されてそれだけでもね面白い見え方がするレンズです。なのでダイナミックな、ね、構図を探して撮るっていうのも楽しいですし、あとね背景をね生かしたポートレートでも活躍すると思います。で実際にね24mm と 20mm をね横に並べて比較してみるとこんな感じで、広角側のね4mm って1mm のね見え方の差っていうのが大きくなるんで、ただ単に映ってる範囲が広いだけじゃなくてこの奥行き感っていうのもね結構違ってくるんだなっていうのが分かると思います。でまたね動画では24mm で自撮りをするとカメラにねグリップをつけて腕を伸ばしてね距離をね稼がないと狭く感じるんですが、20mm ならねそこまで頑張らなくても周囲の様子や2人並んでもねフレームに収めることができるので、特にねVlog はやりやすく感じました。またね動画ではね映画風に見せるための手法として映像のね上下にねレターボックスって言われるこんなね黒いバーをね疑似的に入れることがあるんですけど、これってぶっちゃけただクロップしてるだけなんで映る範囲っていうのはさらに狭くなるんですよ。なのでね例えば誰かと横並びで歩きながら撮影したりするとレターボックスを足したら余裕を持ってね撮影していたつもりでもよりね窮屈に感じるなんてこともあったりするんですが、でも 20mm なら同じ距離感で撮影をしていても広く映せるっていうことからそういったことにもねなりにくいですね。で、誰にねこのレンズをおすすめするかっていう話でいくと一番はやっぱりね広角単焦点レンズを今持ってない人で、特にね動画Vlog とかねこれからやりたいなと思ってる人にはコスパもいいと思いますしおすすめだと思います。これ1本でね本当自撮りも B ロールもでシネマティック Vlog も撮れますし、あとねやっぱりこのサイズの小ささからジンバルと組み合わせて使うのにもね非常に楽なので、本当ね動画撮影に向いているなっていうのはこれは本当ね自信を持って言えると思います。すでにね例えば 24mm 周りのね広角単焦点レンズをすでに持っているっていう方はね今お持ちのレンズでは少し狭いと感じたり動画にはねちょっと重いななんていう場合には
買い替えや買い足しをね、検討してもいいかなと思いますが、そこはねもう正直お持ちのレンズ次第かなというふうに思います。24mm は当然 24mm ですごい良さがありますし、僕もやっぱりねここに 24mm の G マスターがあるんで、これからもこっちは全然使っていくと思います。さてというわけでね、いかがでしたでしょうか。こちらのね FE20mmF1.8G レンズ、検討されている、ね、方のね参考になればね幸いでございます。また今後もこのレンズを使ってね動画もね公開予定となっていますので、そちらの方もねぜひね楽しみにしていただければなというふうに思います。ではね、本日は以上となります。また次のビデオでお会いしましょう。ピース。